はい、皆さんこんにちは。今回はこの AR シャーシ用のリア飛行を作ってみました。前回はリアバンパーの方を作って、そこにビスを立てていたんですが、その部分から飛行の方を取り付けてある感じになります。一応 FRP 縛りということで、リア飛行も FRP のみで作ってみました。正直強度の部分はどうかなっていう部分があるんですが、なるべく強度を補いながら作ってみました。ただこの辺実際に走らせてみてコースアウトとかした時に壊れないかっていうのがわからないので、何とも言えない部分かなとも思います。補強の方はしたんですけど、やっぱり FRP って柔らかいなっていう感じはするんですよね。この柔らかさが逆にいいっていう場合もあると思うので、一回は試してみたかったんですよね。あとリア飛行の方が初心者の人には扱いやすいっていう風にも言われていましたので、僕自身もいつもフロントの飛行とか提灯とかは作るんですが、リアって作ったことがなかったので、今回初トライしてみました。で、動き的には今ちょっとリフターとか入れてみたんですけれども、開きぐらいはこんぐらいしか開かないようになっています。で、意外に精神性が良くて、落としただけだと精神性が高いっていうのは一概には言えないと思うんですが、思ったよりピタッと止まるので、それなりにあるかなというふうには思います。しかもこれタイヤノーマルタイヤのまんまなんで、これをスーパーハードだったりローフリクション、ペラタイヤなんかに変えるとさらに精神性が高くなると思うと、結構期待値が高まるなぁなんていうふうには思います。はい、それでは一旦分解してご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでリア飛行の方を取り外してみました。まず使ったものなんですけれども、直プレート2本ですよね。これはこの部分にもう丸々1枚使った感じになります。で、この部分はギアカバーとかモーターとかに干渉してしまうので切り取った感じになります。まずはこの穴からここまでを切り取ったような感じになります。それで FRP の直プレートとかの端材をこのフロントバンパーでやったやつみたいにはめ込んで瞬間接着剤で留めて補強してみました。なのでこんな感じで縦に入れて、一旦瞬間接着剤を垂らして留めてリューターでカットした感じですね。これで少しは補強にはなったかなと思うんですけれども、それでもやっぱり柔らかい方かなというふうに思います。やらないよりはマシっていう感じの補強かなと思います。正直このアームの部分はカーボンの方が強度があるので、そっちを使った方が無難かなと思います。で、あとはこの前の部分のプレートなんですけれども、これは僕が使ったのはスーパー X シャー仕様のリアステーになるんですが、例えばこういうリアマルチとかでも同じような穴位置なので問題ないかなと思います。で、後ろの部分はこの AR シャー仕様のフロントワイドステーを補強で使っています。これに関しても、横の補強の意味で使っているので、直プレートとかでも全然問題ないと思います。はい、それでそれらのプレートを不要な部分をカットして一回こんな感じで取り付けた後に両サイドのアームを平行にして形を整えて瞬間接着剤で固定していった感じになります。はい、こんな感じでこのリア飛行のメインとなる囲いの部分を作りました。あとはここのプレートなんですが、これは AR シャー仕様のサイドマスダンパーのセットの中に入っているこのプレートを使いました。これをこんな感じで使っています。だいたいこの辺りでカットして一旦取り付けて、フレームに干渉してしまったりとかする部分をリューターで削った感じになります。今回取り付けるとこんな感じで、一応シャーシのこの部分をカットして当たらないようにしています。はい、こんな感じですね。シャーシはこの部分をカットしました。
はい、あとは取り付ける付け根の部分になるんですが、ここは、だいたいいつもだとハトメで補強してたんですが、今回プレートを2枚使っているので、この2段ローラーアルミの真鍮のパイプを使っています。これをここに入れて、この取り付ける穴を 3mm に拡張して可動域に合わせてちょっと斜めに削ってあります。これ結構削る量によってこの飛行の開き具合っていうのが変わってくるので、その辺はマシンのセッティングに合わせて角度を決めるといいと思います。はい、それと今回リフターの方も取り付けてあるんですが、こちらに関してはちょっと暫定的に取り付けてみました。もっとなんかいい取り付け方法があるのかなというふうに思うんですよね。一応こんな感じでこの部分を通して、こっち側に出てきてぐるって回してマルチテープで留めているんですけれども、なんかもっといい方法はあると思うんですが、とりあえずこれで使っていきたいかなと思います。今回ちょっとタイヤに干渉してしまうので、結構高い位置に飛行の取り付け部分を持ってきてタイヤとの干渉をなくしています。この辺リアタイヤのトレッド幅を広げれば、もうちょい飛行自体のこの取り付け部分も低くできるんですが、今回はとりあえずこんな感じでやってみました。なのでこの辺にスペーサーとかナットとかを入れて高さを出している感じになります。あとはこれをロックナットで普通に留めてしまって完成ですね。はい、こんな感じで完成になります。はい、こんな感じで完成となります。正直ここの埋め込み作業をしなければすごい簡単なギミックかなと思います。なのでこの部分だけカーボンにしてあげてもいいかなというふうに思います。あとはフロントの飛行とか提灯でもそうだったんですけれども、組み継ぎじゃないタイプのやつですよね。これ結構走らせているとコースアウトした時にこのビスのところでずれるんですよ。形がちょっと歪んでしまったりするので、できればこういう接続部分は瞬間接着剤で留めちゃった方の方が強度も上がりますし、そうやってずれたりもしないのでやっといてもいいかなと思います。今回 AR シャーシにリア飛行を載せたんですが、このシャーシに干渉してしまう部分があって、この部分を切り取ったんですが、ここがどうなるかっていうところですよね。結構この電池カバーの爪の部分ギリギリのところで切ってしまっているので、コースを走らせてジャンプした後とかにこのバッテリーホルダーが外れないかっていうのがちょっと心配なんですよね。今のところこうやって落としただけだとそんなに外れる感じはないんですが、走行させていると多分今よりも衝撃が加わると思うので、もしバッテリーホルダーが落ちてしまうなんてことがあったら、その対策もしていかないといけないかなと思います。はい、ということでリア飛行が完成したんで、あとはもうボディを乗せてマシン自体一旦完成かなと思います。現段階で電池を抜いた状態の重さなんですけれども、結構あるんですよね。このギミックがあんまついてない割には重いというか、140.43 だいたい 140g ぐらいあるので、その辺のちょっと軽量化っていうのも狙っていきたいかなと思います。あとタイヤがノーマルタイヤなので、この辺スーパーハードだったりフェラタイヤに変えてみると重量も軽くなりますし、マシンの走りっていうのも変わってくるのかなと思います。はい、それでは今回はこんな感じで終わりにしたいかなと思います。ちょっと実際にいつ走らせに行けるかっていうのがわからないですが、カスタムを続けながら走らせることができるようになったら走行動画もご紹介したいかなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。